春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。今回は、ラジアルフォースを使って、アクターを吹き飛ばしたり、引き寄せたりしてみたいと思います。吹き飛ばしと引き寄せやってみた。早速作っていきましょう。1、事前準備。1の1、スターターコンテントの追加。コンテンツブラウザでプラス追加をクリックします。機能またはコンテンツパックを追加をクリックします。コンテンツに移動します。スターターコンテントを選択。プロジェクトに追加をクリックします。しばらくすると、コンテンツブラウザにスターターコンテントが追加されます。スターターコンテント内のパーティクル、P エクスプロージョンとオーディオ、エクスプロージョン Q を使用します。スタティックメッシュは、事前にインポートした樽のメッシュを使用します。シェイクス、シェイクシリンダーとか良さそうですね。P エクスプロージョンとエクスプロージョン Q、スタティックメッシュを作業用フォルダにコピーします。名前をそれぞれ変更します。頭に J とでもつけましょうか。JP エクスプロージョンと JS エクスプロージョン Q、JSM スタティックメッシュにします。1の2、ボム、爆弾アクターの作成。接触すると爆発する爆弾を作成します。右クリック、ブループリントクラス、アクタ。名前を BT ボムアクターにします。ファイルを開きます。コンポーネントパネルより、スタティックメッシュコンポーネントを追加します。詳細パネル、スタティックメッシュ、スタティックメッシュでメッシュを割り当てます。詳細パネル、トランスフォームで、スケールを2倍くらいにします。詳細パネル、コリジョンプリセットをオーバーラップオールにします。一旦、コンパイルして保存します。スタティックメッシュコンポーネントを右クリックして、オンコンポーネントビギンオーバーラップノードを選択します。イベントグラフにノードが追加されます。サウンドとエフェクトを追加します。プレイサウンドアットロケーションノードを配置します。サウンドピンに JS エクスプロージョン Q を指定します。ロケーションにゲットアクターロケーションノードをつなぎます。オンコンポーネントビギンオーバーラップノードにつなぎます。スポーンエミッターアットロケーションノードを配置します。エミッターテンプレートに JP エクスプロージョンを指定します。ロケーションはサウンドと同じ場所なので、ゲットアクターロケーションノードをつなぎます。スケールを 10.0、10.0、10.0 にします。プレイサウンドアットロケーションノードにつなぎます。最後にアクターを消します。デストロイアクターノードをつなぎます。コンパイルして保存します。BT ボムアクターをレベルに配置します。起動してみましょう。爆発して消えましたね。2、吹き飛ばし、ショックウェーブ。爆発だけだと物足りないので、爆発した時に周りに爆発の影響を与えるようにします。BT ボムアクターを開きます。ビューポートに移動します。コンポーネントパネルでスタティックメッシュを選択します。プラス追加よりラジアルフォースコンポーネントを追加します。ラジアルフォースは放射状の衝撃に使用するコンポーネントです。2の1、影響範囲と衝撃の強さ。詳細パネル、ラジアルフォースコンポーネント、半径で影響範囲を拡大縮小することができます。詳細パネル、インパルスストレングスで推進力の強度、衝撃の強さですね。それを指定できます。イベントグラフに移動します。オンコンポーネントビギンオーバーラップノードの後ろに記述します。まず、影響範囲を指定します。ラジアルフォースコンポーネントを配置します。ラジアルフォースコンポーネントより、セットラディウスノードを配置します。半径を1000にします。オンコンポーネントビギンオーバーラップノードにつなぎます。次に衝撃の強さを指定します。ラジアルフォースコンポーネントを配置します。ラジアルフォースコンポーネントより、セットインパルスストレングスノードを配置します。値を15万にします。セットラディウスノードにつなぎます。2の2、3つのノード。ラジアルフォースのノードには、アドオブジェクトタイプ2アフェクトノード、リムーブオブジェクトタイプ2アフェクトノード、ファイヤーインパルスノードの3つがあります。アドオブジェクトタイプ2アフェクトノードは、影響するオブジェクトタイプを追加するノードです。リムーブオブジェクトタイプ2アフェクトノードは、
影響するオブジェクトタイプから除外するノードです。ラジアルフォースが影響を与えるオブジェクトタイプは、デフォルトでは、詳細パネル、ラジアルフォースコンポーネント、オブジェクトタイプ2アフェクトを展開すると、ポーン、フィジックスボディ、ビーイクル、ディストラクタブルの4つが設定されています。詳細パネルで追加、削除することができます。または、ノードで追加、削除することができます。ファイヤーインパルスノードは、単一の方向に推進力を与えるノードです。ラジアルフォースコンポーネントを配置します。ラジアルフォースコンポーネントより、ファイヤーインパルスノードを配置します。セットインパルスストレングスノードにつなぎます。後ろにサウンドとエフェクトをつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。爆発と同時に飛ばされましたね。次の3、シミュレートフィジックス。キャラクタークラスは、キャラクタームーブメントコンポーネントが付与されているので、物理的な影響を受けることができます。それに対して、アクタークラスやスタティックメッシュは、ムーブメントコンポーネントがないので、レベル上に配置しただけでは物理的な影響は受けません。影響を受けるようにするには、スタティックメッシュをレベル上に配置します。詳細パネル、物理、シミュレートフィジックスを有効にします。シミュレートフィジックスを有効にすると可動性もムーバブルになります。起動してみましょう。影響を受けましたね。次の4、ダメージを与える。周りにダメージを与えるようにします。BT ボムアクターを開きます。コンポーネントパネルでスタティックメッシュを選択します。プラス追加よりスフィアコリジョンを追加します。名前をスフィアコリジョンにします。これはダメージ範囲です。次の5、ダメージ範囲。ラジアルフォースが与える影響範囲とダメージ範囲を同じにします。詳細パネル、形状、スフィアラディウスで範囲を指定できます。サウンドとエフェクトを一旦切断します。スフィアコリジョンコンポーネントを配置します。スフィアコリジョンコンポーネントより、セットスフィアラディウスノードを配置します。インスフィアラディウスをラジアルフォースのセットラディウスノードにつなぎます。これでラジアルフォースが与える影響範囲とダメージ範囲が同じになります。次の6、ダメージ範囲内のアクターを特定。ダメージ範囲内のアクターを特定します。スフィアコリジョンコンポーネントを配置します。スフィアコリジョンコンポーネントより、ゲットオーバーラッピングアクターノードを配置します。ゲットオーバーラッピングアクターノードは、オーバーラップしているアクターのリストを返します。クラスフィルターでアクターを選択すると、オーバーラップしているすべてのアクターのリストを返します。今回は、BP エネミーだけを特定します。クラスフィルターに BP エネミーを指定します。レングスノードをつなぐとオーバーラップしている BP エネミーの数を取得できます。検証用としてプリントストリングノードをつなぎます。セットスフィアラディウスノードにつなぎます。また、方位チルクノードをつなぐと、オーバーラップしている BP エネミーに対して処理を実行できます。検証用としてプリントストリングノードをつなぎます。インストリングピンをアレイエレメントピンにつなぎます。オーバーラップしている BP エネミーの名前を知ることができます。一旦、コンパイルして保存します。起動してみましょう。オーバーラップしている BP エネミーが12体で、それぞれの名前を知ることができましたね。次の7、ダメージ処理。BT ボムアクターを開きます。アプライダメージノードを配置します。方位チルクノードにつなぎます。ダメージドアクターピンを、方位チルクノードのアレイエレメントピンにつなぎます。ベースダメージは与えるダメージです。100にします。方位チルクノードのコンプリーティッドにサウンドとエフェクトをつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。全滅するかと思ったのですが、何体か残りましたね。ベースダメージを80にします。
12体にダメージが入ったようですね。3、引き寄せサクションタワー BT ボムアクターを複製します。名前を BT サクションアクターにします。ファイルを開きます。インパルスストレングスをマイナスにします。力が逆になるので引き寄せるようになります。コンパイルして保存します。BT ボムアクターを削除して BT サクションアクターを配置します。起動してみましょう。引き寄せられたような気がしますが一瞬で終わりましたね。3の1、タイマーの実装継続吸引継続的に引き寄せるようにします。 BT サクションアクターを開きます。サウンドとエフェクトを切り離します。オンコンポーネントビギンオーバーラップノードを切り離します。セットタイマー Y ファンクションネームノードを配置します。オンコンポーネントビギンオーバーラップノードにつなぎます。ファンクションネームにこの後作成するカスタムイベント名 EV サクションを記述します。タイムを 0.1 にします。ルーピングを有効にします。0.1 秒おきに EV サクションが実行されます。リターンバリューを右クリックして変数へ昇格します。名前をサクションタイマーにします。3の2、カウントカスタムイベント EV サクションを作成します。変数サクションカウントフロート型を作成します。変数サクションカウントは継続吸引している時間です。一旦コンパイルします。デフォルト値は 0.0 です。変数サクションカウントゲットノードを配置します。アドノードをつなぎます。下のピンに 0.1 と記入します。変数サクションカウントセットノードを配置します。アドノードをつなぎます。カスタムイベント EV サクションノードにつなぎます。タイマーが動いている間、サクションカウントが 0.1 ずつ増えます。3の3、継続吸引判定 5.0 秒で継続吸引を終了するようにします。ブランチノードをつなぎます。変数サクションカウントセットノードよりレスノードを配置します。下のピンに 5.0 を記入します。ブランチノードのコンディションにつなぎます。5秒以内ではトゥルー側に処理が流れます。トゥルー側にラジアルフォースをつなぎます。3の4、タイマーの停止5秒を超えるとホールズ側に処理が流れます。タイマーを停止します。サクションタイマーゲットノードを配置します。クリア&インバリデートタイマー Y ハンドルノードをつなぎます。ホールズ側につなぎます。3の5、カウントの初期化サクションカウントを0に戻します。変数サクションカウントセットノードを配置します。値を 0.0 にします。タイマーの停止につなぎます。3の6、コリジョンの初期化スフィアコリジョンを初期状態に戻します。スフィアコリジョンコンポーネントを配置します。スフィアコリジョンコンポーネントよりセットスフィアラディウスノードを配置します。インスフィアラディウスを 0.0 にします。カウントの初期化につなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。ダメージが大きすぎましたね。ベースダメージを 2.0 にします。あれ継続吸引中スフィアコリジョンが邪魔をしてエネミーに弾丸を当てることができないですね。4、コリジョンチャンネル継続吸引中エネミーに弾丸を当てることができないのは困りますのでコリジョンのチャンネルを1つ増やします。編集プロジェクト設定エンジンコリジョンに移動します。オブジェクトチャンネルで新規オブジェクトチャンネルをクリックします。新規チャンネルウィンドウが表示されます。名前をプレイヤーと記入します。承認をクリックします。プロジェクト設定を閉じます。4の1、吸引アクター側 BT サクションアクターを開きます。コンポーネントパネルでスフィアコリジョンを選択します。詳細パネルコリジョンプリセットを展開します。プレイヤーというチャンネルが1つ追加されています。コリジョンプリセットをカスタムに変更します。プレイヤーチャンネルを無視するにします。コンパイルして保存します。4の2、弾丸アクター側弾丸のアクターである
DT レースプロジェクタイルを開きます。コンポーネントパネルでスフィアコリジョンを選択します。詳細パネル、コリジョンプリセットを展開します。同じくプレイヤーというチャンネルが1つ追加されています。コリジョンプリセットをカスタムに変更します。オブジェクトタイプをプレイヤーにします。プレイヤーチャンネルを無視するにします。コンパイルして保存します。起動してみましょう。継続吸引中でもエネミーに弾丸を当てることができましたね。設定ファイル、ギミックショットに入れてもいいかもですね。吹き飛ばしと引き寄せのメリットは、吹き飛ばし、敵の位置制御。吹き飛ばすことで敵を特定の位置に移動させることができます。例えば、敵を深い穴に吹き飛ばして倒すことができます。ダメージ増加。吹き飛ばし攻撃は、敵に追加のダメージを与えることがあります。引き寄せ、敵の接近。引き寄せは、敵を自分の近くに引き寄せる効果があります。これにより、近接攻撃や特定のスキルを使いやすくなります。連携。引き寄せは、仲間との連携プレイに役立ちます。敵を引き寄せて、仲間が攻撃できる位置に誘導することができます。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。